皆さんこんにちは、パパッカイです。今回はこちらのマスターグレード100分の1スケールエクリプスガンダムを成型色を生かしてウェザリング塗装をしていきます。簡単にかっこよく仕上がるのでおすすめな改造です。それでは作業を開始します。早速ランナーから2度切りでパーツを切り離して仮組みまで完成させました。ゲート処理や洗浄はやってません。ウェザリングでほとんど隠れてしまうのでこれで大丈夫です。まずは全体をバラバラに分解します。部位ごとに分解したら準備完了です。最初の工程は墨入れをします。使用するのはタミヤの墨入れブラック。パネルラインに塗料を流していきます。うまくいくとスイーッと塗料が流れていきます。足りない部分は後から追加します。他の部分もどんどん墨入れしていきます。細かい作業ですがどんどん引き締まっていきます。続いて溶剤で拭き取っていきます。綿棒に少量をつけてはみ出た部分を拭き取っていきます。しっかり乾いた状態の方が拭き取りやすいです。他の部分もどんどん拭き取っていきます。広がってしまった場合は乾いた綺麗な方で拭き取っていきます。かなりディティールがはっきりしました。顔の部分も細かいですがどんどん拭き取っていきます。溜まっているところも溶剤で拭き取ればすぐに落ちます。広がってしまったら乾いたところで拭き取りましょう。溶剤の匂いがどうしてもダメな場合はメラニンスポンジでもはみ出た部分を取り除くことができます。ただし弱いヤスリがけをしているようなもので表面が傷だらけになってしまうので注意が必要です。この後にトップコートで艶消しにする場合やウェザリングする場合は大丈夫だと思います。こんな感じに綺麗に取り除けます。すべての部品の墨入れが完了しました。続いての工程はデカールを貼っていきます。今回のキットに付属しているデカールはシールタイプのものです。ペタペタ貼っていくだけで簡単にディティールアップができます。位置決めが難しいのが難点です。一度貼ったらこのように綿棒なので圧着していきます。他の部分もどんどん貼り付けていきます。貼り付け前後ではこんな感じです。かなりディティールがアップしています。シールタイプだと後から位置が決めることができないのが難点ですよね。貼り直してる間にぐちゃってなってデカールがぐちゃぐちゃになっちゃうこともたまにあります。説明書通りに貼ったんですが結構余りました。これでデカール貼り完了です。続いて持ち手棒をつけてトップコートを拭いていきます。今回も充電式エアブラシを使っていきます。充電式なのでしっかり充電しておきましょう。使用するのは EX セミグロスクリアプレミアム半光沢です。希釈率は2対1ぐらいで溶剤を多くしています。まずはデカールを中心に拭いていきます。なるべく段差をなくしたいのが目的です。その後全体にふわっと吹きかけていきます。半光沢ですが少し厚めに塗っています。塗り終わった直後ではこのように少し艶がかっています。今回のキットは変形機構もあっていろんなところが稼働するので塗り残しがないように
開くところは全部開いて塗装しています。腕などの関節はまっすぐな状態での塗装と、曲げた状態で隠れてしまう部分は分けて塗装しています。足はいろいろ動くのでかなり塗るのが大変でした。腕と同様に曲げた状態でも塗っていきます。すべての部品のトップコートが終了しました。続いてベザリングをしていきます。使用するのはマルチブラック、そして専用薄め液、大きな平筆と紙コップを使っていきます。希釈率は1対1ぐらいです。これぐらいの濃さでやっています。ちょっと薄いかなって思うぐらいで十分だと思います。それでは塗っていきます。あんまり変わり映えしないんですが、乾燥したら結構濃いので気にせずやっていきます。たまりができないように筆でどんどん塗り広げていきます。筆ムラはあっても大丈夫です。他の部品もどんどん塗っていきます。毎回思うんですけど、白い部品を汚すのって結構勇気いりますよね。強敵の足もどんどん塗っていきます。塗装前後ではこんな感じ、塗った直後は若干ツヤがあります。すべての部品のウェザリングが終わりました。かなり筆ムラがすごいですね。それでは陰影をつけていきます。持ち手棒のワニ口クリップにメラニンスポンジをつけて使用しています。手につかないくらい乾燥したら、このようにハイライトしたい部分を拭き取っていきます。最初はこのようにピンセットを使ってやっていったんですが、次第に指が痛くなったので、持ち手棒などのワニ口クリップにメラニンスポンジを挟んでやる方法に最終的に行き着きました。足の部分はノーカットでお送りします。足1本でおおよそ10分くらいです。リアルグレードの排入ガンダムの時も同じぐらいの時間だったので、サイズによらないんじゃないかなとは思います。今回はおおよそ10倍速でお送りしています。みるみるグラデーションがついていきます。途中何度かメラニンスポンジの綺麗な面に変えて拭き取っていっています。一通り終わったら全体のバランスを見ながら拭き取っていきます。こんな感じに綺麗に仕上がりました。すべての部品のグラデーションが完了しました。それでは最後に組み立てていきます。マスターグレード100分の1スケールエクリプスガンダム完成しました。いや、かっこよく仕上がりました。基本的に箱の中に入っているものだけしか使っていないですが、これだけの出来になります。自立させるのが少し難しいですが、それでは完成品をご覧ください。まずは素組みの状態。
この状態でもやっぱりかっこいいのがマスターグレード。第一印象はトゲトゲしいですね。続いて墨入れデカールトップコートを拭いた状態です。情報量が増してかなり引き締まった印象です。最後にウェザリングを施した状態です。陰影がさらにはっきりして重厚感が増しました。お好みでオイル汚れやすす汚れなどを追加すればもっとよく仕上がると思います。最後に3つを並べてみました。工程ごとの違いがわかると思います。ウェザリングマスターを使った方法は難しいエアブラシを使ったグラデーション塗装よりも簡単に表現できるので初心者にもおすすめです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもガンプラを中心に動画をアップしていきますので、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。